今回は脳と意識を探求するネドジュンさんが語る右脳で生きる未来のビジョンについてお話しします。10年間右脳中心の意識で生きてきたというネドジュンさん。思考の声が全くない状態を続ける中で、なんとこれからの未来のビジョンが見えるようになったそうなんです。私たちはこれからの AI 時代を軽やかに生き抜くためのヒントをネドさんの言葉を交えながらご紹介します。まず、右脳中心の意識で生きるとはどういう感覚なのでしょうか。ネドさんはご自身の体験をこのように綴られています。10年間、右脳中心で生きてきて、思考の声が全くない状態になると、左脳が過去の記憶をかき集めることも減っていった。すると、自分という感覚が透明で小さな点のようになっていき、自分が何かをやっているという主語の感覚がなくなって、世界全体の動きの中で物事がここに起きている。エゴや主語が消えて世界と一体になるような感覚ですね。そんな究極の安心感の中で過ごすうちに、ネドさんは未来のビジョンが見えることが増えたのだそうです。それは決して一時的な予知能力のようなものではなく、至って平和で理想的な進化を遂げた未来の姿でした。ネドさんが見つめた未来の世界。そこでは駅前の雑居ビルがすべて奇妙な通路でつながっていて、人間が出入りする入り口がなかったそうです。かすかにブンブンと振動音が聞こえ、中では様々なパイプラインに沿って小さな機械たちが走り回る。まさに機械たちの自在空間。駅前は鉄道の架線を使って大量の電気エネルギーを引いている場所になっていたといいます。そして肝心の人間たちはというと、都市部を離れて自然豊かなエリアで暮らしているのが見えたそうです。特に里山というエリアがこれからの未来でとても重要なキーワードになっているとのこと。都市部は機械たちの実験的なエリアになり、人間は自然とともに豊かに暮らす。そんな役割分担がされた世界です。ネドさんご自身も左脳右脳と叫んでいたおばさんが突然未来のビジョンなんて言い出して頭が変になったかと思われるかもしれないけれど、自分の中では全くブレずに一貫しているとユーモアを交えて語られています。これらはすべてスピリチュアルな予言というよりも脳と意識の可能性の話なのだそうです。ではそんな未来に向けて私たちは今どう生きていけばいいのでしょうか。ネドさんは右脳で生きることはふわふわするとか現実を見ないわけではないとおっしゃっています。むしろ現実をとてもシンプルに見て必要なことはやり、合わないことは無理にやらない。そうやって自分のエネルギーを大切に使う生き方です。ネドさんがかつて娘さんの高校で PTA 会長を引き受けたときは、左脳は無理、大変そうって騒いだのだそうです。でも胸の奥にある面白そうという小さな右脳の感覚を信じた結果、それが今の講演家としての活動や素敵な仲間たちとの出会いへ一本の線のようにつながっていきました。人生の流れは後から振り返って初めてつながっているとわかるものです。だからこそネドさんは私たちにこうアドバイスしてくれます。頭で全部理解しようとせず、今この瞬間どちらが少し楽か、どちらが少し開く感じがするかだけを見ていけばいい。これからの時代は肩の力を抜いた人から楽に進んでいけますと。ではどうすればその肩の力を抜いた状態になれるのでしょうか。ネドさんによると、頭の中の自動思考を静かにするためには、彼女が提唱しているエレベーター呼吸や今この瞬間に意識を向ける
今ここ呼吸などのワークがとても効果的なのだそうです。こうしたワークに集中していると次第に思考の声が聞こえなくなっていきます。そのように左脳の過剰なおしゃべりを鎮めていくと本当に楽になり、人生に幸せ感が戻ってくる。ストレスで病んでいた健康を取り戻すことができるとおっしゃいます。ワークの他にも自然の中でぼーっとしたり、大好きな猫のふわふわした毛並みを撫で続けたりするだけでもいいそうです。大切なのは思考ではなく感覚の方を優先にすること。自分の思考がうるさく暴れずに済む方法を自分なりに見つけて取り組んでみてほしいとのこと。これからの時代、思考はもう AI に譲って、私たちは右脳をメインで生きていきましょうというわけですね。とはいえ、最初はうまく感覚がつかめないかもしれません。でも、ちゃんと感じられなくても大丈夫です。わからないなぁと思っているその瞬間も、実は感覚の方はちゃんと働いていて、脳の神経回路を作り変えている最中なのだそうです。ただ、新しいつながりが確立するには少し時間がかかります。それなのにそこで、おい、全然うまくいかないぞ。自分には無理なんじゃないか。と、勝手にジャッジしてバッドエンドに従うのが左脳の癖なのだとネドジュンさんは指摘します。ではそんな左脳の邪魔な行為にはどう対抗すればいいのでしょうか。ネドさんが教えてくれる解決策はとってもユニークです。それは体の動き、笑い、音を使うこと。例えば、できてない、無理無理と、でたらめな鼻歌にしてリズムに乗せてしまうんです。両手で手拍子を叩いていい音を出したり、小さな子供のように踊ってみたり。その瞬間、あなたはほぼ右の中心になっています。どんなに正しい方法を頭で考えても、左の中心になるだけ。体主導で動いてみることが一番大切なんです。体を軽く左右に揺らしたり、ステップを踏んだり、外をお散歩したり、公園のブランコに乗ってみるのもおすすめだそうです。ブランコは空や景色がダイナミックに動き、神経系が大喜びする素晴らしい体験なのだそうです。また軽いジョギングは感覚を優位にするための最大のステップ。ネドさんのもとには軽いジョギングを日常に取り入れたことで圧倒的に右脳意識に近づいたというレポートが数多く届いているそうです。つまり、正しい考え方があるのではないんです。考え方では絶対にたどり着けないのが感覚の方です。ネドさんの思う未来のイメージでは、耳に引っ掛けた AI マシンが日常のすべてを記録し、情報を整理している間に人間の方はニコニコ笑ってる。走ったり歌ったり木々を見上げて感動したりしている。そんな人間が心から豊かに生きられる時代がもうすぐそこまで来ているのかもしれません。頑張りすぎない人、戦わない人、でも逃げない人、そういう人が自然と時代の波に乗っていける。変化の激しい AI 時代ですが、ネドさんの言葉をお借りすると、変化は決して恐ろしいものではないのです。天の岩戸が開くように、私たちがおおらかな大きな意識とつながり直し、自分の好きとロマンを生きる時代がもうすぐそこまで来ています。